よろしくお願いします。修正美だ。本日なんですけども、本日は9点メガ割りが始まりました。そこで1日経ったんですけども、9点のメガ割りのランキングについて韓国目線でいろいろシェアしたいなと思います。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日ね9点メガ割り、始まりました。で、僕も昨日8時ぐらいにちょっと購入したんですけども、サーバーがダウンしてたら混んでて、こちら見てもらえば分かる通り1万人ほどなかなか購入するのにちょっと大変だったんですけども、ようやく購入ができて、いつも最初に買うものっていうものをバババって購入したんですけども、そこで9点のランキングがあるんですけども、売れてるランキングを見ながら僕目線でいろいろシェアしたいなと思いますので、ぜひ購入の参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、画面がこちらになります。こちらですね、メガ割り2月の28日17時から3月の12日の23時59分までですね。で、早速なんですけども、ランキングね、こちらの上のところ、ランキングのところを押していただいて、そうすると出てくるんですけども、ここの、累積金額順のところを押します。そして、ビューティーのところを押します。そうするとランキングが出てくるんですけども、このランキング1位ですね。早速いきたいなと思うんですけど、1位がアヌアになりますね。こちらアヌア昨日ライブやってたから、それで1位を言ってるんですけど、金額すごいですよね。4億6000万円販売ですごいですね。で、前回も、僕もアナの比較の時に何回かお話ししてるんですけども、メガポとかメガ割りの時ではもう運億を叩き出すアナなんですけども、今回この1日で4億6000万円販売してるっていうのがすごいですよね。それぐらい結構注目されてる商品なのかなっていう感じだと思うんですけど、早速ちょっと中の方を見てもらえればお分かりの通り、こちら僕前回ちょっと比較動画みたいな感じでアップしてるんですけども、こちらの詳しい成分とかいろいろ知りたい方は以前のこちらの動画上の方に貼っておきますので、そちらの方を見ていただければと思うんですけど、こちらねサンクリームもいいしアンプルもいいんですよ。で、アンプルも非常に潤ってくれてすごくいいけど、ちょっとね夜になってくると姿勢肌の方だとちょっと厳しい感じがするんですけども、非常に潤うって感じのところは非常におすすめできる感じですね。で、僕の中ではこちらサンクリームすごくおすすめなので、金額なんですけども5600円クーポン時安いですね。で、次が2位ですね。2位がこちらメディキューブになりますね。メディキューブのスキンケアセットがようやく2位に入ってきたっていうところで、スキンケアはやっぱりメディキューブニキビケアに特化した商品を作るのが上手なところなので、そういうところでこれ2位が入ってきてるんですけども、金額もクーポン時で5600円ですね。レビューの多さもすごいので、ニキビ悩みの方はメディキューブね非常にお勧めできる商品なんですけども、はい、こういうところで使いやすい商品っていうのはやっぱりこの上位の方に入ってきますよね。2位でももう1億5000万円ですからね。それぐらいやっぱり今年一番最初のメガ割で結構ポイント、メガポのポイントを使ってっていうのも多いのかなって感じなんですけども、日明けて1日なんですけども、それでこんぐらいの売り上げを出してくるってことは、かなりここから売り上げ上げていくんじゃないかなと思いますけども、1位と2位の金額の差がすごすぎるね。倍以上ですからね。で、次が3位になりますね。3位がこちらナンバーズインになるんですけども、メガプロの時はねナンバーズインやっぱりちょっと広告打ってなかったのか何もしてなかったので入ってなかったんですけども、メガネの時に入ってきましたね。こんな感じで美肌セットっていうのを出して、僕もちょっと事前にいただいて、ちょっとニキビ肌の方にお悩みの方にちょっとどうなのかなと思って使用させてもらったんですけども、正直なところちょっと微妙かなと思いました。なので、ちょっと動画の方見ていただければと思うんですけども、詳しく知りたい方はこちらの上の方に貼っておりますので、そちらの URL から動画の方を見ていただければと思うんですけども、ちょっとね僕は厳しかった。合う方もいるかと思うんですけど、金額は安い。このセットをこの金額で買えるっていうのがめちゃくちゃ安いんですけど、僕は正直ちょっと使おうかなとは思わなかったですね。これ夏の時期だったらいいんですけども、ちょっと今の時期にはニキビ肌に向けたセットを作ったとしてもちょっと乾燥しすぎるっていうのがあるので、僕は合わなかったんですけど、そんな感じでナンバーズインがこんな感じで入ってきたって感じですけども、ちょっとね気になるのは、白玉肌とか、そういうところはちょっと気になるので、どんな感じなのかっていうのはちょっと気になるところなんですけども、あと水光肌とかね、この中のニキビ肌に向けたちょっとクリア肌になるの商品というのはちょっと厳しいかなと思いましたね。安いので一度使ってみるっていうのはちょっといいかなと思いますけどね。
で4位なんですけども、4位がこちらですね、メディキューブの美顔器なんですけど、いやもうメディキューブの美顔器はちょっと毎回上位に入ってるからすごいですよね。韓国でもかなり人気があって使用されてる方が多いっていうところで、そういうところで日本でも人気が出てきたのかなって感じなんですけども、美顔器自体はメディキューブそんな有名じゃなかったっていうか、最近韓国では美顔器の勢いがちょっとすごくて、金額もこれ3万4000円で、クーポン時で2万7200円で、こんぐらいの金額で買えちゃうんですよね。以前だと、以前って言ってももう3、4年前とかだとこんぐらいの金額だったらちょっと怖かったんですよ。だいたい6万円ぐらいのものじゃないと使用したくないっていうか、ちょっと怖いなって感じがあったので、3万円ぐらいのものはちょっと怖い、効果が怖いみたいな感じで、肌に何か影響があったら怖いっていうのがあったんですけども、こういう大手のところでこんぐらいの金額で出してくるとか、あとは、韓国の美容皮膚科でも卸せる認定を取ってるっていうのもあるので、そういうところで人気が出て、メディキューブが今ちょっと売れてるって感じなんでしょうね。はい、そんな感じで、この金額も1億1000万販売してるって感じですね。で次は5位ですね。5位がこちらになります。 VT ですね。 VT の PDRN、最近 PDRN がすごく人気っていうか、結構使用したいとかされてるとかっていう方が非常に多いかなと思うんですけど、僕もこれ PDRN のシートマスク使ったんですけども、そんなにでしたね。なんか効果的にもそんなに見れられなかったので、あとこの PDRN のシートマスクのシートがちょっと薄いんですよ。そこら辺でもちょっとって思った感じだったので、そういう薄いシートマスクを探されてる方はいいのかもしれないんですけども、ちょっと僕は微妙でしたね。あとこのショットもそうなんですけども、これも微妙でした。僕も聞かなかった感じだったので、聞いた方もいると思うんですけども、ちょっと聞いてた方いたらぜひ下のコメントの方にコメントいただければ非常に嬉しいんですけども、どんな感じで聞いたのかなって感じでちょっと聞きたいっていうのが正直ある。僕ちょっとね、これ100のショット使ったんですけども、全然聞かなかったんですよね。なのでそんな感じで、こういうねいろいろセットがある中でめちゃくちゃ売り上げを上げているって感じですかね。 AC ケアマスク、この AC ケアマスクのシートも微妙だったんですよね。金額5300円、安いっていうのもあると思うんですけどね。はい、使いやすいっていうところで、非常に人気を上げてるところですよね。次が6位になります。6位がこちらになりますね。ダルバですね。ダルバのこのトリュフの成分が入れてるやつですよね。このサンクリームとかミストスプレーとか非常にいいんですけど、僕の周りでもこれ結構使用してて、僕もそうだったんですけども、成分とか潤う肌とかツヤ肌になるのは非常にいいんですけども、ちょっとね赤みが出たりとかちょっと痒くなる方いるかと思います。僕そうだったので、僕の周りでも結構そういう方いらっしゃったので、そこにちょっと注意が必要かなって感じですね。敏感肌の方も大丈夫な感じなんですけども、そういうところでちょっとって思った感じですかね。で金額なんですけども7360円ですね。メガ割クーポン時で、そういうことを考えても安いかなと思いますので、一度使ってみるっていうのもありなのかなと思うんですけども、ちょっと肌が敏感肌の方はちょっと要注意かなって感じなので、よく調べて使用してみた方がいいかなと思います。あとはダルバ渋谷とかで結構広告打っててバス走らせてるので、そういう影響もあるのかなと思うんですけどね。前回ぐらいから結構バスがダルバのやつ走ってるかと思うんですけども、そういうのところで結構人気を集めてきたっていう感じもありますよね。はい、で次7位ですね。7位がこちらでございます。こちらも美顔器メディキューブですね。メディキューブ何個も美顔器出してるからすごいですよね。やっぱりそれほど効果があるから売れるのかなと思うんですけども、メディキューブの安心感っていうのはありますよね。金額も8900円、めちゃくちゃ安いですよね。なんか美顔器メディキューブ結構いろいろ出してて、美顔器で売り上げめちゃくちゃ上げてるんじゃないかなと思うんですけど、そこで金額全然多分変わってくるかと思うんですよね。で8位がこちらアヌアですね。僕のおすすめのやつはこのアヌアの80のやつなんですけども、結構潤わせてくれるので大好きで使っております。いい感じで潤うんですけども、先ほどもちょっとお話しさせた通り、ちょっと異性肌の方は厳しいかなって感じかな。でも潤わせてくれる部分では結構いい感じで潤わせてくれるので、めちゃくちゃこの潤い感を僕は大好きで使用しております。で次行きましょうか。で次が9位ですね。フィーのセットなんですけども、こちらなんかプロダクトとしてなんか可愛かったりおしゃれですよね。金額も4240円でお安い感じですね。で10位になります。10位がこちらですね。VT のシートマスクのセットですね。これ全部使ったことあるんですけど、
いやー、僕は合わなかったんですよね。まあこの中で結構昔僕使ったことあるのがシカのデイリーの鎮静のやつ、これはまあこの中でトラナクサムさんが入ってるトーンアップのやつとか、保湿ナンバーの PDRN とか、これ保湿全然ならなかった僕は。この VC ってやつもね、なんかシートマスクのシートがそんなに質が良くないっていうか、なので僕結局なんかクオリティファーストのやつに戻っちゃうんですよね。クオリティファーストのやつってシートマスクのシートが改善されて分厚くなったんですよ。それから非常に良くなって、それが去年ぐらいかな、変えたと思うんですよ、多分おそらく。でその前までちょっと微妙だったんですけども、シートマスクのシートを変えてから超絶良くなって、で金額も30枚で1500円ぐらいで買えるので、ここだと今、クーポン値で1815円、金額は大体似たような金額なんですけども、そう考えてもクオリティファーストの方が成分的に見てもそっちの方がいいっていうのがあるので僕は使っております。あと効果も全然そっちの方が良かったので僕は使ってるって感じ。僕に合うのかもしれないですけども、そこら辺はちょっと2つ使ってみながら検討してみるのありなのかなと思いますけど、僕の中で結構クオリティファーストはめちゃくちゃおすすめだと思います。はい、そんな感じで10位までをちょっと韓国目線でシェアさせていただきました。ここから11位からもあるんですけども、あれですよね、スキン104とかナンバーズインとか、やっぱり誰もが知るメーカーっていうのが上位に入ってきてるんですけども、はい、というところで1位から10位の方をランキングを見ながら話させていただきました。いかがだったでしょうか。結局のところちょっとね、あんまりこの順位に引っ張られない方がいいかなと思います。もちろん中にはね、いいものがあったりするんですけども、あとは自分の肌に合うものとかあったりはするかと思うんですけど、使いやすいっていうものが上位に来るっていうのは、どうしてもしょうがないのかなと思うんですけど、見てても、全部使いやすくて金額も安くて、ある程度効いてくれてみたいな感じだと思うんですよ。ここら辺は商品の内容を見ながら判断していくのはいいのかなと思います。はい、そんな感じで参考にしていただければ非常に嬉しいかなと思います。あと何かわからないとかありました、あと気になる商品とかありましたら、下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アンニョン。